あなたはこの事件の真相に到達することができますか？遡ること37年前の1985年8月7日、イギリスエセックス州。事件は田舎ののどかな田園地帯で起こりました。連絡を受け警察が向かったのはとある民家。そこには家主のネビル・バンバー、妻のジューン、娘のシーラ、そしてシーラの息子たち計5人の住人全員が射殺されていたんです。簡単な事件だ。犯人はもう分かった。有力な状況証拠から娘シーラの無理心中だったことが発覚します。現実の殺人事件にはフィクションのような展開は待ち受けておらず、ほとんどがシンプルに解決されるものですが、この事件は一味違ったのです。後に人々はこのように言います。まるで映画のような事件だったと。一家5人が皆殺しにされたバンバー家殺人事件。仕組まれた犯人と陰で笑う真犯人は何者なのか。事件の様相を一変させたのはたった一つの手がかりだったんです。おっす10分前までマジでヤミコと前向きな喧嘩してました。ケンちゃんです。私はもう前向きヤミコです。全然反省しないじゃないですか。反省してます。本日皆様にご紹介するのはまるで映画のような展開だとして話題になったバンバー家殺人事件については。何映画？もうエスパーとかがこう出てくるんでしょ。バーってね、丸坊主のさ、ちょっとちっちゃい女の子がってやってるんでしょ。ストレンジャーシングスかな。なんとこの事件ですね、捕まった犯人以外に真犯人がいるかもしれないと言われている謎が次の謎をどんどん呼んでくる事件です。まずはバンバー家に一体何が起こったのか早速見ていきたいと思います。簡単すぎた犯人。遡ることおよそ37年前の1985年8月7日、イギリスエセックス州のどかな田園地帯のとある民家で事件は起こりました。午前3時26分、警察に一本の電話が鳴り響く。もしもし、助けてくれ。親父が殺される。待ってください。一体何が？今、親父から電話がかかってきて、姉さんが家で銃を持って暴れてるって言うんだ。何ですって？慌てて現場に向かった警察官がパトカーを降りると、現場にもう一台車が駆けつけた。車のドアが開き、スマートな顔立ちをした長身の男が姿を現す。警察に電話をかけてきたジェレミー・バンバーだ。警察の方ですか？あなたがバンバーさん。合流した警察官とバンバーはそのまま家の中を確認しようとした。返事がないですね。一刻を争う緊急事態です。突入しましょう。なんてこった。そこに待ち受けていたのは父ネビル・バンバー、母ジューン、姉シーラ、双子の子供たち一家5人の遺体だった。父さん、母さん、姉さんたちまで。とんでもない状況じゃないこれ。バンバーはですね、実家を出て暮らしていたんですけど、実家に戻った時にはすでに家族全員変わり果てた姿になっていたんです。現場のあまりの光景に膝から崩れ落ちるバンバー。お願いです。この家を焼き払ってください。家族の思い出がたくさん詰まった実家。あろうことかその実家は愛する家族の血に染まっていたんです。その惨状を見たくないとバンバーは実家の焼却処分を希望しました。しかし現場にあるのはどんな些細なものでも貴重な物的証拠。当然のごとくバンバーの願いが聞き入られることはないと思われました。ところが分かりました。血で汚れた絨毯や家具は焼却しましょう。何これ？いいのこれ？現場ってさ、そのまんまに保管しとくのがルールなんじゃないの？実はですね、警察にはこれを許可する理由があったんです。警察が現場を保管するのは残された手がかりから犯人を推理するため。しかしこの時、実はもう犯人は分かっていたんです。今、親父から電話がかかってきて、姉さんが家で銃を持って暴れてるって言うんだ。現場で亡くなっていたバンバーの姉シーラの手には銃が握られていました。姉さんは統合失調症だったんです。統合失調症とは幻覚や幻聴によって異常行動を起こす傾向が見られる精神疾患のこと。事件はその症状を患っていた姉シーラによる無理心中だと結論付けられたんです。シーラってさ、相当な心の闇抱えてそうじゃない？統合失調症をね、患っていたシーラなんですけど、彼女に一体何があったのか。まずは彼女の生い立ちから見ていきたいと思います。一家崩壊の発端。バンバーの父ネビルは元空軍のパイロット。退役後は地方繁盛をしながら広大な農地を経営する地主でもありました。社会的にも経済的にも成功を収めた立派な人物だったんです。そして1961年、ネビル夫妻は赤ん坊だったバンバーを養子に迎え入れました。夫妻には子供ができなかったんです。その数年後、同じくシーラが養子としてやってきてバンバーの姉となります。二人は裕福な養父母に可愛がられ、何不自由なく育ちました。あれ？事件に全然発展しそうにない家族じゃない？
たとえね、うん血が繋がっていなくとも大切に育てられたらね、それはそれで幸せなことですよ。姉シーラは秘書の専門学校に通い、卒業後ロンドンでモデル活動を開始。なかなか人気は出なかったんですが、両親が生活費を援助してくれたため、生活には苦労しませんでした。そんな恵まれた暮らしの中、シーラは1977年20歳で結婚。2年後、双子の男の子を出産するんです。しかし1982年、シーラは息子たちを連れて離婚してしまうんです。結婚から5年で離婚すること自体は珍しい話でもないように思えるんですが、シーラの場合は訳が違ったんです。私には悪魔が取り付いてるの。私はこの悪の力を他人に投影することができるのよ。そう。殺人だってさせられるわ。結婚生活を続けていく中で、シーラはこのようなことをたびたび口走るようになり、夫にまで暴力を振るうようになっていったんです。何よシーラどうしちゃったのよ。実はこのシーラの変貌には、両親が大きく影響していたんです。実はシーラにはある意味で時限爆弾のような呪いがかけられていました。裕福で愛情たっぷりに育ててくれた両親。しかし彼らにはある大きな問題があったんです。それは狂気的な信仰心。熱心にキリスト教を信仰する両親はバンバーとシーラにもそれを強制。バンバーは適度な距離感を保っていたんですが、その影響を受けすぎてしまったのが姉のシーラ。信仰心が行き過ぎた結果、彼女の中では神や天使、悪魔といった超自然な存在がいる宗教の世界と現実の世界がごちゃごちゃに。シーラは宗教にのめり込むあまり統合失調症を患ってしまったんです。いや宗教ってさ、いいとこもあれば悪いところもはらんでるじゃない。いろんなものをね、バランスが大事よね。ハマりすぎると今回みたいなことになっちゃうのよ。ハマりすぎても何でもいいんですけど、その自分以外のさ人に悪影響とか、丸々原理主義者とか言って、人を殺したりとか、そういうのなければ別にいいと思うんですよ。そんな状態だったシーラはですね、離婚を余儀なくされ、実家に帰ったんです。そしてそれが今回の事件につながっていくんです。離婚し実家に帰ったシーラ。そして迎えた1985年8月7日、重度の統合失調症を患っていた彼女はとうとう一家を道連れにしてこの世を去ってしまうんです。遺体となったシーラの手に握られていたのは銃と聖書。モデルとして有名になることを夢見た彼女は皮肉にもその死後に新聞の一面を飾ることになったんです。最悪の殺人鬼として。しかし実は事件はこれで終わりではないんです。動画の冒頭でも話したように、この事件は一つの手がかりで全てが一変するんです。どういうこと？シーラが犯人なんじゃないの？ちょっとまだ言えないんですけど、皆さんもね、予想してみてください。全てはここから。シーラが犯人である。警察が下したこの結論に納得できないと立ち上がる者がいました。シーラが銃なんて使えるはずがない。そう訴えたのはシーラやバンバーのいとこにあたるデイビッド・ブートフロア。銃は撃った時の反動が凄まじく、女性が簡単に扱えるようなものではありません。その上命中させるためにはかなりの技術が要されるため、華奢なシーラが一家全員を射殺したというのは考えにくかったんです。特に父のネビルは元空軍のパイロット。年を重ねてもその肉体はエネルギーに満ちとり、シーラに遅れを取ることはありません。なるほどね。私銃持ったら最強なんだと思ってた。しかもね、シーラはいい母親だったんです。元夫に暴力を振るうことはあっても、自分の子供たちには絶対に手を出さなかったんです。シーラの犯行ではないと睨んだいとこデイビッドには疑わざるを得ない人物がいました。一家でただ一人生き残ったバンバーなんです。実はこの事件によってバンバーはかなりの額の遺産を相続していました。事件からまだ日が浅いというのに遺産を使って豪遊するバンバー。さらにあろうことか彼は犯人となった姉シーラの写真を新聞社に売ったりもしていたんです。最悪じゃない。事件の時めちゃくちゃショック受けてなかったこの人。そこがね矛盾なんですよ。本来ならね、そんなに立ち直るのが早いわけがないんです。デイビッドをはじめとする親族は怒りに燃えていました。本当はバンバーが犯人なんじゃないか。姉の病気を利用して彼女をはめた。だとしたら許せない。しかしバンバーが犯人だと証明するのは容易なことではなかったんです。最初にお伝えしたように、家族が亡くなった現場を見たくないというバンバーの申し出によって血液が付着した絨毯や家具は焼却されてしまいました。真犯人を導き出す手がかりはバンバーによってほとんど消し去られていたんです。しかし諦めきれなかったデイビッドは改めて自主的に現場を調べるんです。するとなんだこれは。遺体があった場所から少し離れた戸棚でデイビッドはとんでもないものを見つけてしまうんです。そのとんでもないものとはサイレンサー。事件当時は見つからなかった。それにはバンバー一家の血がべったりと付着していました。サイレンサーです。スパイ映画とかでもね、よく使われてたりするんですけど、というわけで本日のメトラキーワード、サイレンサーについて。
サイレンサーとは拳銃の重心に取り付ける長い筒状の装置。銃を撃った時の大きな音を抑える効果があり、サイレントの意味からその名前が付けられているんです。銃を撃った時に大きな音が出るのは、銃弾を押し出す燃焼ガスが銃口から一気に噴出されるため。サイレンサーの内部にはガスを分散させる障壁が何枚も設けられており、ガスが一気に吹き出さない仕組みになっているんです。そのため銃声を最小限に抑えることができるんです。いや、なんとなくさ、なんかデジタルな波長なのかハイテクなものだと思うんですけど、意外とアナログなのね。そうなんです。このサイレンサーね、一見ね、事件を覆す新たな一手になるとはね、ちょっと思えないんですけど、なんとこれがきっかけで事態は急展開を迎えるんです。完全な証拠。事件から2ヶ月後の1985年9月29日、親族から通報を受けた警察がバンバーの元へ押し寄せます。どうしてこうなった？そう、彼は家族5人の殺害容疑で逮捕されることになりました。現場で見つかったサイレンサーはバンバーが犯人であることを決定づける証拠となったんです。バンバーの裁判が始まると、先手を取ったのは検察側だった。被告人バンバーは両親との仲が悪かったという証言があります。被告人は定職にもつかず遊びほうけており、両親はお金を援助していましたが、いつその糸が切れてもおかしくなかった。被告人は一家が皆殺しとなった後、遺産で豪遊していたとの証言があります。つまり遺産目的で一家を殺害し、天津さえその罪を病気の姉になすりつけたんです。異議あり。被告人が遺産目的で犯行に及んだという証拠はありません。検察側の言い分は完全な言いがかりです。検察側の言い分はそのほとんどが証言による推論で、バンバーに犯行を認めさせるのは難しく思えた。しかし状況が一変するのはここからだった。では裁判長、ここで凶器の話をさせてください。現場で見つかったサイレンサーには被害者の血液が付着しており、犯行に使われたことは明らか。しかしこのサイレンサーは5人の遺体から離れた場所で見つかったんです。異議あり。シーラが自ら撃った後、サイレンサーを取り外し別の場所に置きに行くこともできたはずです。いえ、シーラがサイレンサーを使ったという説には説明がつかないところがあるんです。改めてサイレンサーをご覧ください。これを装着すると重心が非常に長くなります。彼女が銃口を喉に当てて発砲するには指が届かないんですよ。サイレンサーが長すぎて自殺は無理ってこと？だからなんか一つの手がかりで全てが覆されるってこういう意味だったのね。たった一つのね、アイテム、証拠がきっかけで事件が覆る。まさに映画のような事件なんです。家族5人を殺害したバンバーに下された判決は終身刑。判決後もバンバーは頑なに無実を主張し続けました。そのため弁護団は調査を続けたといいます。遺体の前で泣き崩れた家族思いの青年。その正体は遺産目的で家族を皆殺しにし、姉に罪をなすりつけようとした残忍な殺人鬼だったんです。いや、じゃあもうこれで事件解決？エメコさん、実はですね、この事件まだ終わっていないんです。事件から20年が経った2005年のある日のこと。なんだこれは。弁護団はある資料を発見しました。それは事件当日に撮られたシーラの口元のアップ写真。検察側が隠し持っており、この20年間、弁護団がその存在を一切知らなかった代物なんです。シーラの口からは血液が垂れていました。そしてその血液は湿っていたんです。そう、この事件では一つの手がかりが全てを一変させるんです。湿った血液が示す真実はシーラの死亡推定時刻。現場検証時に口元の血が乾いていなかったことは彼女が死んで間もなかったことを意味しているんです。そしてシーラが亡くなったとされるその時間はバンバーが警察と合流した時間だったんです。現在この事件について判明している最新の情報はバンバーが受刑中ということだけ。真犯人は今もどこかで笑っているのかもしれません。